黒トカゲ後編。それから2ヶ月は何も起こらなかった。ある晩、黒い車が岩瀬氏の家の前に止まった。若くて背が高い女性が一人、車から降りた。いい着物を着て眼鏡をかけている。彼女は家の中に入った。一人の女性が家から出て車に乗った。この女性も若くて背が高くて眼鏡をかけている。もし二人が会ったら鏡を見ていると思ったかもしれない。岩瀬氏は娘が誘拐されないように家の中に牢屋を作って早苗さんをその中に入れてしまった。早苗さんは怒って父親と話さなくなったが仕方がない。岩瀬氏は早苗さんが出かけるときも牢屋の中にいるときも24時間部下に見張らせた。ある日、早苗さんが注文したソファーが家に届けられた。家具屋の男たちが牢屋の中にソファーを運んだ。岩瀬氏の部下は外で見張っていた。家具屋の男が部屋から出て行った。すみません。水を一杯もらえませんか？昨日酒を飲みすぎて気持ちが悪いんです。岩瀬氏の部下が水を持ってくると、家具屋は新しいソファーの上に嘔吐していた。おい、何をしているんだ。こんな汚くて臭いソファーはすぐ持って帰れ。作り直して持ってこい。はい、すみません。家具屋の男たちはまたソファーをトラックに乗せて持って帰った。すみません、早苗さん。入りますよ。今空気を入れ替えますからね。岩瀬氏の部下が牢屋に入ったとき、早苗さんの姿は消えていた。出張していた岩瀬氏はすぐに家に帰った。部下から話を聞いてもよくわからない。岩瀬氏は明智小五郎を呼んだ。明智は話を聞くとすぐにこう言った。そのソファーは今どこにありますか？家具屋に確認してください。電話すると家具屋は、注文されたソファーはまだできていません。と言った。岩瀬氏はびっくりした。なんだって？じゃあ家具屋が誘拐犯だったのか？そういうことですね。彼らは早苗さんをソファーの中に入れて誘拐したんです。多分黒トカゲの犯行でしょう。黒トカゲ。旦那様、こんなものが。部下の男が封筒を持ってきた。見ると封筒には黒いトカゲの絵が描いてある。岩瀬氏は中の手紙を出して読んだ。娘を返してほしければ、あなたが持っている宝石、エジプトの星を持ってきてください。明日7日午後5時、展望台の上に一人で来てください。この通りにしなければ、娘さんは死にます。黒トカゲ。エジプトの星は宝石商の岩瀬氏が持っている一番大きいダイヤモンドだ。岩瀬氏は明智を見た。宝石はいりません。娘の方が大切です。では僕は宝石も早苗さんもどちらも守ります。翌日夕方5時、岩瀬氏は一人で展望台へ行った。緑川夫人が現れた。宝石は持ってきましたか？これだ。岩瀬氏がカバンを渡すと、緑川夫人はすぐに開けて宝石を確かめた。確かにエジプトの星ですね。娘は、早苗は無事なのか？
もちろん、その望遠鏡であの船を見てください。岩瀬氏が展望台の望遠鏡で船を見ると、早苗さんが見えた。隣に男がいて、逃げられないように腕をつかんでいる。くそ！岩瀬氏が緑川夫人を見ると、夫人はもういなくなっていた。明智探偵は緑川夫人、いや黒トカゲを尾行した。黒トカゲは大きい川のところでタクシーを降りて船に乗った。黒トカゲはイライラしていた。明智小五郎はきっと尾行しているはずだと思った。頭がいい男だからすぐにこの船を見つけるだろう。大胆な男だからもうこの船に乗っているかもしれない。黒トカゲはいつも明智小五郎のことばかり考えている自分に気がついて余計にイライラした。これではまるで恋をしている少女のようだ。仕方がないでしょ。私は女なんだから。黒トカゲ様。部下の一人が部屋に入っていった。お客さんの部屋から妙な話し声が聞こえるとみんな言っています。早苗さんの部屋から？まさか。いいわ、本人に聞いてみます。早苗さんを連れてきて。早苗さんが連れてこられた。腕を後ろに縛られて猿ぐつわをされている。部下が猿ぐつわを外した。私をどこへ連れて行くんですか？まだ元気なようね。ここに座って。黒トカゲは自分が座っているソファーを示した。早苗さんが誘拐されたソファーだ。早苗さんは首を横に振った。このソファーが怖い？じゃあそちらの椅子に座って。部下があなたの部屋から話し声が聞こえたと言っているんだけど、誰と話していたの？猿ぐつわをされているんだから話せません。それもそうね。黒トカゲは少し考えてから言った。この船は私の美術館へ行きます。私が盗んだ宝石が飾ってあるところ。あなたもそこへ飾ってあげる。嫌です。私は行きません。この船から逃げられると思っているの？きっと助けてくれます。信じています。誰のこと？わかりませんか？早苗さんの声には何か強い確信があった。黒トカゲは言った。明智小五郎でしょ？早苗さんは何も言わなかった。もういいわ。この娘を部屋に連れて行って。部下は早苗さんにまた猿ぐつわをして部屋へ連れて行った。誰もいなくなると黒トカゲはソファーのクッションを撫でながら言った。明智さん、いるんでしょ？ふふふふ、気がつきましたか。くぐもった声がした。どうしてこの船が分かったの？あなたについてきたら乗ってしまっただけですよ。黒トカゲは静かに立ってロープでソファーをぐるぐる巻いた。明智さん、このソファーの中にいるんですね。もう見つかったんだから出ればいいのに。嫌ですよ。出ればあなたたちに海に落とされてしまうでしょ。僕は泳ぎは上手じゃないんです。そう、残念ね。海に落としてしまうのは本当にもったいない。こんなに頭が良くて大胆でいい男なのに。でもあなたがいるとダメなの。私あなたのことばかり考えてしまうから。さようなら。なんだって？黒トカゲは外にいた部下を呼んでソファーを海へ捨てさせた。
黒トカゲは早苗さんの部屋へ行った。残念だけど、明智小五郎は死にました。早苗さんはぎょっとして目を見開いた。しかし、猿ぐつわをされたままだったから何も言うことができなかった。黒トカゲは続けた。あのソファの中にいた彼をロープでぐるぐる巻いて海に落としてあげたわ。もうあなたを助けに来る人はいません。早苗さんは泣いた。泣いている早苗さんを見て黒トカゲも泣いた。むしろ明智を殺した犯人の方が激しく泣いていた。黒トカゲの美術館がある島に着いた。美術館の中はシャンデリアでキラキラと照らされていた。陳列台には素晴らしい宝石が並んでいる。その一つを開けて黒トカゲはエジプトの星を入れた。素晴らしい。他の宝石がみんな小石に見えるわ。さあ、早苗さん、もっと奥へ行きましょう。この美術館は宝石だけじゃないんですよ。次の部屋へ入ると、等身大の人形がたくさん並べてあった。よく見ると人形ではない。本物の人間の剥製だった。早苗さんは悲鳴を上げた。あなたもここに並べてあげる。一番奥に大きい水槽があった。ほら、水族館もあるのよ。ここに人間を落としてダンスをさせるんです。水の中で死ぬまで踊るの。素晴らしいでしょ。マダム、マダム。部下が走ってきた。どうしたの？人形が一体消えてしまいました。それに部下の一人が昨日の晩からいないんです。なんですって？全員で探して。今すぐに。それからお前、早苗さんを裸にしてあの水槽の中へ入れなさい。この子のダンスが見たい。早苗さんは部下に連れて行かれた。新聞が落ちていた。黒トカゲが拾ってみると、こう書いてあった。明智探偵の勝利。岩瀬早苗さん無事に帰る。黒トカゲはびっくりした。椅子に座って熱心に読んだ。7日に早苗さんが戻ったと書いてある。つまり岩瀬氏がエジプトの星を黒トカゲに渡した日に早苗さんは家に帰ったと書いてあるのだ。どういうこと？早苗さんはちゃんとここに。黒トカゲははっとして水槽を見た。水の中に裸の女がいる。しかし少しも動かない。よく見るとそれは生きている早苗さんではない。剥製の女だった。誰がこんなことを。黒トカゲは剥製が並んでいる部屋へ戻った。すると剥製が一斉に動いた。いや、剥製ではない。剥製はみんな拳銃を持った警官に変わっていた。部下たちはもうみんな捕まってしまったようだ。警官に囲まれて黒トカゲは真っ青になった。どうしてこんなことに。お前。カーテンの陰にまだ捕まっていない部下がいた。さっき早苗さんを連れて行った男だ。男は早苗さんを介抱しているようだった。陽子さん、遅くなってすみません。怖かったでしょ。でももう大丈夫です。ありがとう。信じていました、明智さん。黒トカゲは耳を疑った。明智小五郎、まさか死んだはずじゃ。男は笑って立ち上がった。
つけひげをベリベリと剥がして上着を脱いだ。頭が良くて大胆でハンサムな名探偵、明智小五郎が目の前に立っていた。残念ですが、あのソファの中にいたのは、かわいそうなあなたの部下です。私がいたのはクローゼットの中ですよ。黒トカゲは急に後ろを向いてドアを開けた。秘密の小部屋があった。明智探偵が入ると、黒トカゲはすぐに毒を飲んで倒れた。明智は彼女を抱き上げた。まだ弱い息をしている。早苗さんは？家にいますよ。君とここへ来たのは僕が雇った陽子さんだ。よく似ているでしょ。そう。私、負けたのね。黒トカゲの目から涙が落ちた。あなたの腕に抱かれて死ねる。こんな幸せな死に方、考えていませんでしたわ。明智は何も言わなかった。明智さん、お願い、最後にキスをしてください。明智が黒トカゲの額にキスをすると、彼女の腕はだらりと落ちた。その左腕には黒いトカゲの入れ墨が、主人の死を悲しんでうごめいているように感じられた。